はい、どうもです。今回はですね、ネズミフグっていう食材ですね。前回の潜り動画で撮ったネズミフグなんで、この動画には捕獲シーンないんでね、捕獲シーン見たい方はそちらをご覧ください。ということで、早速観察していきましょう。はい、こちらがネズミフグの全体像ですね。で、これネズミフグっていう名前なんですけども、この真正面から見るとですね、ネズミにちょっと似てないですか？はい。多分ね、名前の由来はこのネズミに似てるフォルムから来てますね。皆さん、ハリセンボンって1種類だと思ってる方結構いると思うんですけども、実はですね、沖永良部島だけでも4種類のハリセンボンがいるんですね。で、まず1つは普通のハリセンボン。2つ目が一つ皿ハリセンボン。で、3つ目が石垣フグ。4つ目がネズミフグですね。で、ハリセンボン以外はですね、結構でかくなるんで、高級食材として扱われてるんですね。で、ネズミフグっていう名前がついてて、じゃあフグだから毒があって食べれないじゃん。皆さん思うかもしれないけど、こいつ毒ありません。はい。沖縄とかこういう離島でね、結構食べられてるんですけども、この辺法律関係どうなってるでしょうね。フグの調理師免許持ってるなんて聞いたことないけどね。で、このネズミフグはですね、その4種類のハリセンボンの中でも最も大きく育ちます。そして特徴としましては、このまだら模様が非常に特徴的で、頭が超でかいんですけども、刺すんですけども、頭蓋骨も硬くて脳みそも小さくて、なかなか締めるのが難しいんですけど、2匹目のハリセンボンはですね、キルショットうまくいきましたね。では、これ、重さ測ってみましょうか。これが 700g なので、よいしょ。うわ、結構でかいな。7.8kg なんで、7.1kg ですね。まあまあ大きい。さて、今日はですね、久しぶりに面白い料理を作っていきます。何かと言いますと、島に移住してからね、ずっとハリセンボンの皮が食えるという話を聞いてたんですよ。今日はハリセンボンの針をすべて抜きまして、ハリセンボンの皮料理を作っていきます。ちなみにハリセンボンはですね、針1000本なくて、200、300、400、そのあたりぐらいなもんですね。ではですね、ハリセンボンの解体は非常に大変です。ということで、まずは皮を剥がしてばらしていきましょう。ハリセンボンの皮がね、がっつりくっついてるのは、まずこの口周りとヒレ周り、そして尻尾の周り。ここ繋がってますんで、ここにね、包丁を入れていきます。はい、いきます口からこいつさ、朝鮮サザエっていうサザエ食ってる途中でさ、サザエがさ、出てきたんだよ。朝鮮サザエって、みんなが普通に食べてるサザエ。サイズはもうほぼ一緒。あれをさ、噛み砕ける歯を持ってるってすごくない？一回ね、こういう2キロぐらいのハリセンボンに噛まれたことあるんですけど、ペンチで挟まれたんかなと思いましたからね。で、この辺もですね、皮で繋がってるんですよ。スーッと切りまして、OK。で、今度尻尾ですね。ひっくり返すの大変だな、こいつ。では、この背びれも包丁を入れていきます。でも確かにこのさ、皮の部分でしょ。トラフグの皮みたいな分厚さしてますね。では、ヒレです。ヒレの裏から包丁を入れていきましょう。この辺のトゲ、でかいね。はい、急遽始まりました。矛立て対決でございます。今回の矛は、ハリセンボンの針。そして、盾は、ゾーンのアルミ缶ですね。はい。こいつを貫けるのか。じゃあ行きましょうか。どっちが勝つのか。見てください、皆さん。ハリセンボンの針の先端が欠けました。俺ハリセンボンが勝つと思ったけど、アルミ缶の勝ちです。じゃあ、再開じゃあ。ハリセンボンって普通の魚ともう全然違う見た目してるからよくわからないと思うんですけども、ここにね、内臓が入ってまして、ここが肛門なんですよ。で、ここにね、釜があるんですね。ここまでですね、ハサミで切っていきます。チョキチョキと。で、この針がね、硬いんで、この枝切りバサミで針を潰して、潰したところに包丁を入れる。で、枝切りバサミは、針は切れるけども、このブヨブヨの皮はね、なかなか切れないと。そういう特徴がありますんで、このダブルでいきます。よし、OK。では内臓を見やすくするためにですね、ここら辺、ペロリンチョしましょう。ペロリンチョするのは、こちらです。パワーペンチ。やり方はですね、簡単です。ここを持って思いっきり剥がしていきます。
で、ねじねじこうやってやっていきますと、あんまりパワーがなくても、こうやって皮が剥けていきます。ねじねじと。反対側も、ねじ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 。で、ここにですね、内臓の膜がついてますんで、この膜を切っていきましょう。まずはですね、この部位を取り出していきましょう。この部位、僕ミッフィーちゃんって呼んでるんですけど、皆さんなんだかわかりますか？あ、やべえ、潰れた。はい、こちらでございます。こちらの部位は、実は浮き袋なんですね。ハリセンボンはかなり遊泳力が低い魚ですんで、こうやってでっかい浮き袋で浮力調整をしているんですね。サイズ感がわかんないと思うんで、僕の手のひらサイズです。はい。しかもこれね、素材がすごい頑丈にできてまして、触った感じどんな感じかっていうと、大げさに言うとね、ジーンズみたいな。さて、内臓を引き続き見ていきましょうか。こちらはですね、肝臓ですね。で、これがね、非常にね、美味しいんですよ。ちょっと魚の臭みがあるんですけども、旨味の爆弾、そして苦味がある大人な味がします。で、今日はですね、取れてから3日目でございますので、ちょっと色が変色してますね、かなり。こうなってくると、もうちょっと食べるにはね、臭すぎますね。さてさて、どんどん取り出していきましょう。あれ？あんなでっかいサザエ食ってたのに、胃袋何も入ってなさそうだね。で、ここに、これ、腎臓ですね。腎臓も取っていきましょう。よいしょ。こちらがハリセンボンの内臓でございます。では、これで皮を剥いでいきましょう。さて、さっきね、ここ、反対側からこうやって剥がしてきたんで、このローラーをさらにしていきます。これで一気にどんどん剥がれていきます。もちろんこうやってね、力任せに力任せにできる人はこうやってやってもいいんですけども、これかなりパワーいるよね。ではあともう少しでございますな。尻尾が抜けない。あともうちょいや。抜けろ。よし抜けた。よっしゃー。見てよこれ。あんだけさ太かったハリセンボンって実は身がねこんだけしかないのよ。でここねビヨビヨンってなってるんですけども、これね膜なんでここは身じゃないです。筋みたいなもんですね。でこれをね取っていきますと、もう身っていうのはほとんどなくなっていくんですね。よいしょ。そしたら最後ね、ここだけ繋がってますんで、ここ切っていきます。うわー、硬い。全然切れない。はい。やっと開けました。ちょっと綺麗にしていきましょうね。で、反対側がね、また問題なんですよ。鼻水みたいな、ぬめぬめなんですよ、ハリセンボンって。これをね、洗い落としていきます。茹でたら なくなるかもしれないけど、初めてなんでね、一応できることをやっておきます。オッケー。さて、これ、今んとこ全く食べられそうじゃないけど、どんぐらい時間かかるんだろう、これ針抜くの。はい、それでは入れていきましょう。これね、多分ね、1分ぐらい茹でていいと思う。うわー、めっちゃ丸くなった。すっごいちっちゃくなったよ。うわ、待って、皮の感触もめっちゃ変わった。割としっかりと火通した方が良さそうですね。これは全然抜ける気配ないです。いや、だいぶ小さくなりましたね。うわ、重たー、重った熱っ。で、トゲをね、こっから抜いていくんですけども、ちょっと湯気がすごいね。トゲはですね、巻き菱みたいな形をしておりますんで、取るのが非常に難しいんですけども、少しずつ慣れていきましょう。これむずいな。でも構造は分かってるから、あと構造に沿った抜き方をすれば、抜けるはずなんだが、あ、よし。今外れた感覚あるぞ。こっからや、こっから。あとは、抜くだけなんじゃないの？お、抜けた！抜けた！やった！かっこよくね、これ。なるほど、これ結構時間かかるぞ。勝手に予想してるけど。あー、抜けた。これを300本やるの？オーマイ
し。なんてことを言い出しちまったんだ、俺は。これ、そうか。こうやって巻き菱状になってるからさ、これがさ、なんかどっかが邪魔になって取れなくなってきてるんだよ。全部こうやってぐにゃぐにゃやって、そしたら多分一気に取れる瞬間が来るんじゃないでしょうか。俺の予想なんでございますけど。ほら取れた。ここが取れそうです。取れた。うわ、これ形違う。これは4本じゃん。母さんも手伝ってくれ。これ大変や。初じゃない？魚さばきに母上参戦するの。これハリセンボンの針めっちゃかっこよくない？いろんなのがあるんだよね。こんな感じとか。まさかの次の日でございます。昨日ですね、1時間半ぐらい抜き続けたんですけども、針多分3、400本だと思うんだけど、マジで終わりが見ない。夜8時から撮影スタートしてて、もう11時半とかなってきて、ってなって帰りました。はい、ということで今日もハリセンボンの針を抜いていきます。さて、やっていきましょう。もうすでに温めてはあります。もうこっからはね、多分ね、ほぼね、怒涛の早送りだと思います。でもやること一緒やもん。300回同じ作業が繰り返されますから。はい、ということで、1時間ほど針を抜いて、これだけのね、針がね、得られました。で、針が抜けた場所を、ちょっと一旦落として、事態の深刻さをね、みんなに見てほしい。で、この皮をね、切っていきます。お腹から包丁を入れまして、ここで包丁を入れていきますと。はい、ということで、こちらが頭側になりますね。ハリセンボンの上半身といったところですね。で、こっちはですね、すごい針が抜きやすくて、こんな感じでね、皮をね、得ることができたんですけども、尻尾がね、やばいのよ。これを見てほしい。これでございます。これ、抜けるの。横。ちょっと試してみるけど、なんか抜けない気がする。もうこっち側からは、多分確実に抜けないんだよ。折れるよね、そりゃ。抜けた。これ大変だよ。だってこうやって横に入ってるんだから。もうここまでだけ頑張って抜いてみようか。1時間半かかったが、昨日のも含めると2時間半ぐらいかかっているが、終わりが見えてきたぞ。さて、あと残すところは尻尾の付近になりましたが、そう、太いから抜きにくいのよ。あともう少しよ。なくなったかも。やばいよみんな。たったこれだけの身に、見て、こんだけの針がさ、詰まってたんだよ。そりゃ硬いわ。やだ嬉しい。3時間半かかったね。で、こっからなんですけども、こちらの皮はですね、一旦冷蔵庫に入れときまして、後で薄切りにして、ポン酢で食べようと思います。そしてですね、身とカマ、そして頬肉があるんで、唐揚げにしていきます。調理開始。はい、それではハリセンボンをさばいていきましょう。まずは、ヒレを落としていくと。次は、尻尾だ。何？硬いな。今度は、尻びれです。で、この膜がですね、美味しくないので、膜をしっかりと取っていきます。こういう下処理が本当に大事。では、ここに包丁を入れます。ここまで身がありますから。で、これぶち折ればいいんじゃないか。パワー！はい、ぶち折れました。結局、筋肉こそパワー、力こそ筋肉ですね。そうしましたら、これ、ハリセンボンの身、こんな感じなんですけども、一応ね、ここに血がありますんで、ここ臭いので、ここに傷をつけまして、ササラで洗い流していきます。ほら、赤いのが結構出てくるでしょう。おろしていきます。もう割かしね、これは雑でいいです。なぜなら、反対側が背骨付きの肉になって、こっち側が背骨が付いてない肉になるだけなんで、背骨に身が残っても全く問題がないということですね。そしたらですね、これを、レジオビスタイルで切っていきます。
掛け声は別に必要ないです。はい。で、ハリセンボンね、あまり食べるところがないんですけども、ヒレがついてるところと、このカマが美味しいです。なぜここの筋肉が発達してるかって言いますと、サザエをね、ボリボリ食べてたじゃないですか。ここの筋肉が異常に発達してるから、ウニもカニも貝もゴリゴリと噛みつぶせるんですね。こういうね、魚さばく動画ね、料理をね、してる最中をね、ただ見るだけっていうのも、まあ面白いとは思いますけども、やっぱりせっかくなんでね、なんでここの骨ってこんな感じにできてるんやろうとか、想像すると、こいつがどうやって海の中で生きてるかとかをね、理解することができるのですよ。で、これ真ん中で割ります。これもパワーです。で、これだとでかすぎて食べづらいんで、これでもうちょっとヒレ邪魔なんで、これで終了でございます。そしたら、ここにね、頬肉がありますので、頬肉を取っていきます。頬肉でかっ。頬肉ですね。基本的にネズミフグの身はすごい水っぽくて刺身で食べれたもんじゃないんですけど、ここはかなりね、身が引き締まってますね。あ、普通にうめえ。あ、めっちゃ美味しい白身魚。はい、そしたらですね、アラの方を霜降りしていきます。もうネットは用意してあります。よし。OK。はい、それでは次、水気を切っていきましょう。これ全部唐揚げにしていきます。よいしょ。はい、そしたらバットに広げていきます。バットに広げると意外と身の量少ないな。そしたら塩コショウを振っていきましょう。そしたら片栗粉。いや、これ量多いか。それでは油を入れていくんですけど、バカクソ高い。780円は高いでしょ。びっくりしたよ。でも全部使っちゃうけどね。着火。はい、それではこちらハリセンボンを入れていきましょう。早かった。よし、いいだろう。うわー、いいね。やっと食べれる。うわー、うまそう。全然切れてない。3つもつながってる。そして最後の料理を作っていきましょう。皮。ちょっと冷蔵庫入れただけですごいゼラチン質になってる。うわ、ねちゃねちゃ感もなくなって、あらお上品。もう撮影時間がえげつないことになっておりますので、早くさばいちゃいましょう。もしね、俺に触発されてハリセンボンの皮を食べようとするあなた、マジで気合い入れといた方がいい。一旦こんぐらいでいいかな。もう私は疲れましたので、盛り付けなどしません。もみじおろしだけを置いときましょう。というわけで、ようやく完成しました。いただきます。じゃあまずね、これ、フグの皮。4時間かかった皮ですよ。まずは無味でいきましょう。多分味ないと思うけど。なんだこれは。無味のくせにうまい。ちょっと、母さん食べてみてよ、これ。これ無味のくせにうまいって。なんかプリプリのコラーゲンの間になんか薄い硬い膜みたいなのがある。歯応えがある。そうね、なんかコラーゲンの中に時々ナタデココがあるような食感でむちゃむちゃうまい。なんかちょっと旨味もあるでしょ。うまくない、これポン酢で食ったらそらうまいよ。いや、ちょっと俺バカにしてたわ。ハリセンボンの皮どうせそんな4時間もかけてやるほど美味しいわけがないだろうって思ってた。うまっ。なんやこれ、超うまいじゃん。貝っぽい感じもあるんだけどね、バチボコうまい。
味はないんだけど、フグっぽい、なんか上品な香りがね、抜けていくんよ。そらうまいわ。めちゃめちゃうまい。じゃあ、唐揚げはね、もう、普通に美味しいって分かってるんで、食べます。安定にうまい。ハリセンボンのこの身はですね、場所によって全然食感が違ったりとか、コラーゲンの部分があったりだとか、筋肉に関してはプリって感じの身で、非常にですね、美味しいです。それでは、ごちそうさまでした。ハリセンボンの皮、これね、食べれるって6年前からね、聞いてたんですけども、まあどうせそんな美味しくないやろ、労力に対して見合ってないだろうって思いながら、今日まで過ごしてきました。もう4時間とかもう針抜き続けて、何度も何度も心が折れそうになったんですけども、意味わからんぐらいうまかったわ。バチボコうまい。すごい魚ですよ。はい。というわけで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。